東京ディズニーランドで一番高い建物は何でしょうか？ディズニーには建築に様々な制約があります。目立たせようとして高さを上げすぎると世界観が壊れてしまいます。しかしディズニーはその制約の中で高さを物語の中に落とし込んできました。今日は東京ディズニーランドの高い建築をランキング形式で見ていきます。皆さんも予想してみてください。それでは第5位から見ていきます。第5位、美女と野獣の城。高さは約30メートルです。公式発表で高さ約30メートルと明記された資料があるため、約30メートルと表記します。この城はただのお城ではありません。中にあるのは大型アトラクション、美女と野獣魔法の物語です。この建築のディズニーらしい点は、城が映えのためにあるのではなく、体験の導入装置になっている点です。村を歩いて、森に入って、城が見えてきます。この距離と見え方の設計によって、ゲストの気持ちを映画の世界へ段階的に運んでいきます。高い建物は目立ちます。しかし目立つものは、世界観のノイズにもなり得ます。だからディズニーは、ここで高さを盛りすぎませんでした。このお城は意外にも30メートル級です。しかし体験は深いのです。さらにこのエリアはいわゆるニューファンタジーランドに位置します。つまりランドの中でも比較的新しい世代の建築思想だと言えます。昔のディズニーが象徴を置いたのだとすれば、新しいディズニーは没入の入り口を置いています。同じ城でも役割が違います。ここが面白いところです。次は同じ30メートル級でも水で記憶に焼き付くあそこです。第4位、スプラッシュマウンテン。山の高さは 30.3 メートルです。そしてこのアトラクションには落差16メートルの滝が存在しています。最後の滝を一気に落ちる。ここがクライマックスです。ただディズニーのうまいところは落ちた瞬間に物語を終わらせないことです。落下前に物語を積み上げ、落下後は音楽と余韻で締めくくります。怖さだけで終わりません。笑って出てこられるのです。これが同じ人が何回も乗る理由であり、ディズニーが大切にしている思想です。そしてスプラッシュといえば水です。水の演出は運営側から見ると正直面倒です。湿気、水質、ポンプ、安全対策、すべてコストが増えます。それでも水は体験が身体記憶に残ります。濡れた、落ちた、叫んだ、これは映像より強く記憶に残ります。だからディズニーは水を最後の一手として大切に使います。さらに東京のスプラッシュは世界の中でも特殊だと言えます。アメリカでは題材変更が進み、旧来のスプラッシュが減っていく流れがあります。その中で東京は少なくとも現時点では唯一の存在と言えます。そしてコース全長約850メートル、山の高さ 30.3 メートルは世界のスプラッシュの中で最も長く高いとされます。ディズニーはスプラッシュマウンテンにおいてアトラクションを大きくするだけではなく、物語や触覚に語りかける水を用いて体験価値を最大化してきたのです。次は同じ山でも水ではなく鉱山でストーリーを紡いできた山です。第3位、ビッグサンダーマウンテン。山の高さは33メートルです。ビッグサンダーがすごいのは高さそのものより物語の背景です。舞台はゴールドラッシュ時代、鉱山会社が採掘し事故が多発し、機関士がいないのに列車が暴走しているという噂が立ちます。つまりこの山は物語上危険である必然性を持っているのです。そしてディズニーはこの必然性をQラインから表現します。入り口は鉱山会社の駅舎。列車に乗る前からあなたは採掘の現場に入っています。この準備があるからこそ時速 42km のスピードでも大暴走として体験できます。さらに技術面では制動に一部リニアモーターが使われています。安定したブレーキと振動騒音をコントロールします。つまり荒っぽい鉱山列車に見せながら裏では精密に安全を作っています。ビッグサンダーマウンテンは外から見るとワイルドです。
しかし中身は超緻密に作られています。このギャップがスリルを生み出します。次はその真逆です。外観はシンプルで中身が壮大です。第2位、スペースマウンテン。ドームの高さは38メートルです。スペースマウンテンについては最大のニュースがあります。スペースマウンテンは全く新しく建設し直され、周辺環境も一新されます。スペースマウンテン移転については別動画で紹介しています。新スペースマウンテンは2027年にオープン予定です。これは修理でも小規模改修でもありません。作り直すのです。これをやる理由は単に古いからではありません。トゥモローランドの象徴として描く未来を更新する必要があるからです。このスペースマウンテンがすごいのはコースターを見せないところです。暗闇は情報を減らします。情報が減ると人間は次を予測できなくなります。すると体感速度は速くなります。演出というより視覚工学です。スペースマウンテンの最高時速は 48km ですが、暗闇だと速く感じます。感じ方が性能を超えるのです。これがスペースマウンテンの設計思想です。さらに屋内型の強みもあります。天候を支配できることです。雨でも風でも暑くても体験品質を一定にできます。東京の気候を考えるとこれは運営の強さにも直結します。つまりスペースマウンテンは体験の安定供給まで含めて設計された建築なのです。続く第1位はランドの中心座標です。第1位、シンデレラ城。高さは51メートルです。重要なのはただ象徴だから高くしているわけではないことです。ランドの象徴にするためにちょうどいい高さに設計されています。そして城が異様に高く見えるのには理由があります。それがフォースドパースペクティブです。下を大きく上を小さくします。窓や石垣のサイズ感を段階的に変えて人間の遠近感を誘導します。映画セットで使われる技術を建築に落とし込んでいるのです。さらにディズニーはシンデレラ城を中心に置くことでゲストの視線を常に物語の中心へ戻します。お城は景色ではなくランドの羅針盤なのです。さらに城は近くで見ても成立します。通路の装飾、モザイク、細部の質感、マクロとミクロ両面で美しさを維持します。これがシンデレラ城が今も昔も象徴である理由です。今日見てきたようにディズニーランドはただ高さやスリルを求めるのではなく体験の価値を最大化させるように設計されているのです。次回は冒険とイマジネーションの海の秘密を見ていきます。今後も見たいと思った方はチャンネル登録と高評価を押していただけると励みになります。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。